こんにちは、トバルグです。今日も作業環境の取材をやっていこうと思います。というわけで、今日お邪魔させていただいているのがメカエンジニアですかね。乗り物の車体の設計から、コンサルティングまでを一貫して行っているメカエンジニアの平田さんのお宅にお邪魔しております。もともとはここは友人関係だったんですけど、最初の出会いが前回ね、カバンの中身を紹介させてもらった中川翔くんのつながりで、よくさせていただいていて、カバンの中身をね、ブログの方で見せてもらってたんですよ。その時はパーソナルモビリティの WIL っていう会社にいたんですけど、スタートアップですよね、スタートアップの会社で働いてて、で最近独立して自宅環境をすごい整えて、ここをアトリエというかガレージのように使ってるっていうことなので、今回面白いなと思って作業環境を見せていただく運びとなりました。じゃあ早速作業環境の方を見せていただきたいと思います。はい、じゃあちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか？平田と申します。職業はいわゆるメカエンジニアとかハードウェアエンジニアっていう風に言われるんですけど、いわゆるその物理的なものの設計みたいな、こういう形のあるものの設計とか開発みたいなことをフリーランスとしてやってます。 IT とかウェブ上にあるものではなくて、本当にもう目の前にあるハードウェアみたいなのを実際に設計していくって感じですよね。そうです。最近だとじゃあ仕事どういうものを設計していることが多いですか？最近は独立する前が WIL っていうパーソナルモビリティの会社にいたみたいなところがあり、結構モビリティの話が多いです。こういうバイク作りたいみたいな話とか、こういう車みたいなもの作りたいよとか、そういうタイヤがついた走るようなものみたいなお話はよくいただいてますね。どういう方向性でその道に入ったんですか？車がすごい好きで、もともとは車業界にいたんですね。もともと10代の頃はカーレーサーを目指していて、F1 に乗りたかったっていうのが10代の頃の夢で、そこから F1 目指していろいろ自分でもレース出たり頑張ってたんですけど、すごいお金がかかるスポーツだっていうことを知って挫折することになってしまって、趣味としては続けれるけどアスリートとしてステップアップみたいなことができないみたいなことが10代半ばくらいで起きて、高校生の時だったんだけど、F1 乗れないなら F1 作るかと思ってエンジニアを志した。最初に行った会社が車の部品メーカーで、ブレーキの開発をしているメーカーで、そこで5年くらい先行開発をやっていて、でその後に WIL っていうそのスタートアップに行って、電動車椅子の企画の乗り物っていうのを2機種量産まで持っていって、で今に至る。なんでその独立に至ったんですか？副業で何かやってみるみたいな選択肢もなくにはなかったんだけど、僕の性格の問題で今一番やりたいことに全力投球みたいなのもこうなっちゃうタイプだから、片手間でこうみたいなのが苦手、あんまりそういうやり方したくないなと思った時に、だったらしっかり自分として責任を持ってやれるようにって考えた時に独立するっていう選択肢しかなかったのかなって今は振り返ると思う。やっぱりモータースポーツが忘れられないっていうことに気がついて、この 2,3 年でずっとレースからはだいぶ距離を置いて何年も来てたんだけど、2年前かな、知り合いが開催するっていうそのレーシングカートのレースに招待してもらって、そこでプロも一緒に走ったりもしてたんで、めちゃくちゃ楽しくて、やっぱりうわこの感覚っていうのがすごい久々に戻ってきて、それでやっぱりなんかまたちょっと自分のやりたいことちゃんとやんなきゃダメだなっていう自分を見つめ直して、本当に何がやりたいんだっていうのをしっかり考えてきて、自分としてはやっぱりモータースポーツをまた盛り上げれるようなことをやりたいなっていう、でこうあったらできるんじゃないかなっていうアイデアが浮かんできたので、それをやるためにちょっと独立。いいですね、もう、夢って感じですね。もうねというわけでオフィスというかその作業部屋自体は今自宅でやってるって感じですかね、主に。そうです、自宅の一室、6畳間です。6畳の部屋を、アトリエというか作業部屋として今活用していて。そうです。部屋の間取り的には、これマンションですよね。そう、一応賃貸のマンションです。賃貸のマンションで70平米ぐらい、3LDK のうちの1部屋を自分の作業場にして。いいっすね。もうちなみに
差し支えなければいくらぐらいなんですか、月？管理費込みの15万3000円。自宅の事務所兼作業部屋兼にして作ってるという感じですね。ヘルメットみたいなのがあったりとか、こういう作業台が目の前にあったりとか、これめちゃくちゃ面白いんですけど、これはもういわゆるレーシングシミュレーターです。 3D プリンターが置いてあったりとか。そうです。一つずつ詳しく見せてもらえたら嬉しいんですけど、はい、まずじゃあやっぱデスク周りですかね。作業としては、設計とかは PC で行う感じですよね。そうです。この PC 自体はラップトップですよね。そう。トバログのこの取材では初なんですけど Windows OS です。そうです。シンクパッド P53 です。Windows を使う理由とかがあれば。設計の業界ってもともとCAD が Windows ベースで発展してきてるので、かなり設計をするって思うと Windows が一番やっぱりやりやすい。もう全然 Mac を使うっていう頭は最初からなくて、個人的に持ってたりするけど、でも設計の仕事するなら Windows、 こういう風に CAD を使ってCAD で3次元で今設計してるのはドバイ警察とのやってるプロジェクトで走る交番っていう。すげえ実際にドバイでこれが走るわけです。そう、本当は今年のドバイ万博でこれはもう走る予定だったんだけど、はい、このコロナ禍で1年延期になったので、もう1年設計期間が延びたという。なるほど。開発期間が伸びたという。設計とかだと自作 PC だったりとかデスクトップのイメージが結構個人的になんか強いんですけど、ラップトップの理由とかってありますか？なんかやっぱりもう結構外出ることがあるので、このままどっか行って打ち合わせでそのまま 3D キャドを見せて、ここはこうしようと思ってるとか、そういう打ち合わせができるので、やっぱりデスクトップより持ち運べた方がいいかなとは思っていて、今これ客先に行くことが多いから、そういう時にメインマシンの中に全てやっぱデータとかが入ってるから、このまま持ち運べば客先でも同じ環境で見せられるっていうのがやっぱ強みですかね。で打ち合わせしながら設計も変えれるから、その場で。確かに。ディスプレイもここに置いてるって感じ。ディスプレイもここに置いてて、ASUS のこれ買ってベサに対応してなかったっていうこれだからマウントを自分で 3D プリンターで作って設計して 3D プリンターで作って接着して。すごい。 3D プリンターってそこまで強度持てるんですね。もう全然ちゃんとやれば出る。こういうところとかをしっかり設計してちなみに設計とかで、さっき CAD の話とか出たんですけど、よく使うなんかソフトウェアとかありますか？もう基本的に CAD で CAD の中でもいろいろあるけど、この最近の流行りの Fusion 360はかなり便利で、機能がいろいろ入っててすごい安いし、なんか結構ヌルヌル動くんですね。もうヌルヌルですよ。モーターつけて、例えばすごい音がちゃんと出て、グッと出て、幅700ミリとかってやって、こっち500ミリとかってやって、こうやって500ミリ押し出しますとかやってやると、こうもう立体ができてくるので、基本的に世の中にある物理的なもののほとんどはこうやって CAD 上で設計されてできてきてるので。メカの設計っていうと結構一般的な人は多分紙の製図してとか思い浮かべると思うんですけど、もう紙は本当にメモ取ったりなんか思いついた即興のポンチ絵をちょっと描いてみたりするぐらいで、借り物のペンタブなんだけど、ここになんかこうやってキャプチャーするじゃん。 Windows のこのキャプチャー機能が最近すごいよくできてて、ここの構造をもっとこうしちゃった方がいいかなとか、ちょっと書いてみるとかね、こうやって繋いでいったら面白いんじゃないみたいなとかは、ここでなんかアイデア作りながら、こっちで 3D 書いてみたいなことをやったり。それも一つのマシンじゃないですか。レノボのシンクパッドで両方つないでいて、こっちの大きい画面の方で製図というか設計して、違うなと思ったらこっちでどうしようかなみたいな書いたりとか、CAD2 画面にして、こっちになんか参考情報とかスケッチとか写しておいてみたいなやり方結構今してる。じゃあこれが基本的な業務というか日常としてはやっぱそういう流れですか？そう、もう基本的にはここに座ってるかな。
あとトラックボールを使われてるんですけど、僕も最近トラックボール買ったんですよ最近。いいよね。でその理由が平田さんにトラックボール腱鞘炎の時に買ってみたらめちゃくちゃ良かったっていう話を前にしてもらったじゃないですか。それを思い出して最近ずっと腱鞘炎気味だったんで購入したんですよ。いいっす。いいよね。もう手放せないよ。割り当てもできるじゃないですか。そうだね。2ボタンだと場所選ばないのもいいし、膝の上でもできる。ケーブル自体は実はジャーナルスタンダード。そうなんですか。なんて言ったかな、コンパスレッグとかなんか呼ばれているやつで、全然高くなかったよこれ15,000円くらいだったんじゃないかな。そういろいろ探してたらこれは妻が見つけてきて、結構シンプルな椅子ですね。IKEA の折りたたみ椅子をあんまり快適にしないっていうのは僕のポリシーで、結構快適な椅子を試した時期とかあったんだけど、やっぱなんか無駄にだれちゃうから、やっぱりこういうちょっとねお尻が痛くなるぐらいのがちょうどよくて、1,2 時間集中してちょっとなんかちょっと休憩しようみたいなことをやってた方がなんか結果いいっていうか。腰とか痛くならないですか？いい質問ですね。はい。これちょっとね最近いろんな人におすすめしてるんですけど、バランスディスク、これを敷くっていう、これが結構よくて、腰やばそうだなと思ったら最近これに乗ってる。動くから座骨神経痛予防に。そうでなんかこうふらつくからやっぱりなんか多分若干体幹のトレーニングにもなってるのか分かんないけど、これ結構おすすめしてます。これ Amazon で2,000円もしないぐらいだったんじゃないのかな多分。全然僕ハードウェア系の設計とかそういうの全くわからないですけど、その工程みたいな、この乗り物を作るってなった時ってどういうところから設計していくんですか？紙に図面描くとかですか？こういうものを作りたいんだよねみたいなざっくりした相談から来る時もあるから、なんか正確にニーズを把握するところから始めて、ヒアリングみたいな。そうヒアリングして真のニーズはこういうとこにあるんじゃないですかみたいな話とかをしながら、それでやるなら世界にいろんな企画があるじゃん。バイク、四輪車、自転車とかいろいろある中で、じゃあこのカテゴリーにはめていこうかみたいな。このカテゴリーにはめればこういった売り方できるんじゃないですかねみたいな話をそのビジネスサイドの人とかとしながら、じゃあこのカテゴリーにはまるものをなんか新しいものを作ってみようかみたいな話も本当に企画段階の話から入り込みながら、こう 3D CAD とか使ってもう本当に3次元で最初から、僕はもうあんまり絵とか描かないから3次元上でタイヤ置いて人とか置いて、モーターこれぐらいのものを使ったらいいんじゃない、バッテリーこれぐらいみたいなのをバーってやっていって、で大体これぐらいのものできそうですよみたいな話から、じゃあこれぐらいの予算使ってここはこういう部品設計して試作してみようかみたいなのがもう本当に一個ずつ一個ずつ。そうなんですね。基本的にはハードウェアではあるけど設計とかはその PC とかでですね。そうもう全部このラップトップでやってます。一日の仕事の流れとしてはどんな感じなんですか？だいたい9時ぐらいからここに来て仕事始めて、午前中は連絡業務とか書類仕事とかをバーって済ませて、でお昼ご飯食べて頭に血流回ってきたなぐらいのところから、打ち合わせがあったりとか時間が空いてればどんどん設計進めてみたいなことをやって、夕飯の時間だったら家族でご飯食べてみたいなことをして、みんな寝静まったぐらいからやりたいことあったらまた夜ここに来てなんか始めるみたいな。働くの基本的に好きだから。フリーランスの人って趣味イコール仕事みたいなところありますよね。そうこれは2018-19のレッドドットデザイン賞、何賞だったか忘れたけどかなりいい賞、ほぼトップみたいな賞取れたのかな。でワーキングっていろんなカテゴリーがある中の、ワーキングって要は iMac かとかこういうカテゴリーの結構いい賞取れて、でなんとイヤーブックの表紙を飾ったっていう。すごいっすね。これはもうちょっとアップルと並んでそう飾ってある。あとはなんか技術書とかが多いかな。そう F1 の構造とかが説明されてるんで、結構勉強になりますよ。そう車体の設計する時のこれね最近買ってめちゃくちゃ面白い。これ工法製法とかが説明されてて、これは、ね、工場が本になったみたいな。そう工場見学してる気分、どうやって作ろうからこの部品とか思った時とかにこう
構参考にしてる。一個一個の部品を、設計で携わることもあるじゃないですか。そういう製法とかを探し出して、じゃあこれはこういう工場にお願いしようとか、そういうのまでやってるってことですよね。そうです。この辺のやっぱ棚とかもガレージ感があって面白いんですけど、これもねお気に入りの棚です。メタルシステムとかいう棚で結構耐荷重もあって、拡張性もあって、こっちにつなげたりとかできるやつで、これ3万円ぐらいだったと思う。意外とねそんなに重くなくて、これで25キロとかだった。そうなんです。そう。一番上は Bluetooth スピーカーですね。マーシャルのクラシックっぽく見えて、ちゃんと Bluetooth スピーカーになってて、そう。ギター弾いたりしてて、マーシャルってギターアンプのメーカーで、マーシャルランプ好きだったから、なんかこれ出た時にめっちゃ欲しくなってレースとかに出る時に使うんですか？そう、これ完全にレース用で、多分公道で使っちゃいけないレーシングカート用の。何が違うんですか？一番違うのはこれ、なんかこの形状、こういうスポイラーみたいなのがついてて、正面向いてすごいスピードで走ってる時に、顎が起き上がらないようにしてくれてたりとか、頭がぶれないような、そうエアロみたいな工夫してくれてたり、4輪のレースカテゴリーだと視野広くなくていいから、ここが極端に狭い。本当だ、確かに。でその分守る範囲を広げてくれてて。どのぐらいサーキットというかレースってスピード出るんですか？僕がやっているカートだと、レーシングカートだと、去年最高峰のマシンに乗せてもらったりしたけど、それで120キロとか、頭とか出てますよね。そう、もう完全に体むき出しの120キロ頭がこの辺だから地面に座ってるようなもんなんで、体感速度は 2倍から3倍っていう、めっちゃ速いF1 とかって頭出てましたっけ？出てるんだけど、ヘイローっていうなんか今こうちょっとした鉄の柵みたいな、鉄っていうかアルミでできてるの。それか。そこ開いてるんですね。そうこれは開いてて、どのぐらい出るんですか、速度？サーキットによっては350キロぐらいとかで行くのかな。コーナリングのスピード、曲がってる時のスピードがものすごくて、やっぱり F1 ドライバーとか首がこんな太い。曲がってる時に横に 5G、1G がこの重力と同じだから、5G だと5倍、5倍の体重の5倍の重さで押されてる。やっぱ改めてレーサーすごいなと。これがグローブで、これはシューズ。結構普通に素手でやるとずるむけるからってとか。ずっとこうやってる。そう。あとはもうむき出しだし、手もなんか小石とか飛んできたら危ないし。これも底ペラペラで、ペダルの感覚が伝わってくるようになって、ここをつけるとこから、ソールがここまである。ここにはラジコンもあるんですね。そう。たまに地元のラジコンショップとかだと、おじさんがめちゃくちゃ爆速のこういうラジコンを走らせてすごいよね、ラジコンの世界観ね。カラーリングを白もかっこいいけど、どうしようかなって今悩んでる。これもなんか IKEA のやつですよね。そう、これ IKEA のやつ。椅子と合わさって可愛いですね。適当なものを置いとくにはちょうどいいやつ。IPA。そうインディアンペールエールじゃないイソプロピルアルコール。3D プリンターに使うようなやつで、プリントするたびにこいつで洗浄して樹脂とかをきれいに洗い流すためのやつ。3D プリンターが自宅にある人ってあんまりいない気がするんですけど、設計とかのパーツを組み立てたりとか、なんかプロトタイプ作るときよく使うんですか？そう、もうすぐだいたい20センチ四方ぐらいのものまでだったら作れるから、それぐらいで作れるものだったらもうサクッとここで作って機能確認するみたいなことはもうやっちゃうっていう。3D キャドとかで設計したものを、小さめのパーツとかだったらここですぐ出力ができるっていう。そうここでも作っちゃって。すごい時代だ。これ10万円で買えます。で10万円だとでもバラバラの状態で来て自分で組まなきゃいけないめちゃめちゃ大変だったから、もう次はお金払って15万円で完成状態の買えるから。そう買い足すなら15万円出そうこれとかもそうっすよね。そうこれとかも 3D プリンターで、そうプリンターで作って、これゴミ箱をこの、フックを設計して作ったりとか、サポートって言って製品と別の部分にこうそれを支えるいらないものが生成されるから、それをここでバリバリと。そういうことか。これは 3D プリンターの全部材料で、いろいろ 3D プリンターも材料変えれて、プラスチックはプラスチックなんだけど、これはペット G っていう、ペットボトルの材料に似たようなもの。そうで結構柔軟で、最近
お気に入りの材料、使いやすい。これ4000円ぐらいで、安いの買おうと思ったら2000円台くらいで買うんだけど、あんまり安いのだと成形に失敗したりするから、湿気吸っちゃうとまずい材料も中にはあって、で PLA っていうその植物性の材料で、こいつは湿気吸うとまずいから、シリカゲルで湿度管理しながら、あとはこう色違いとかね、黒とか青とか、昔はやっぱなかったじゃないですか、 3D プリンターみたいなの特に個人で使えるとかなかったと思うんですけど、やっぱあると変わりますか、生活。もう全然違う。試作スピードっていうか試行スピードっていうかは、もう段違いかな。確かに自宅でじゃあ失敗したから次はこう組み替えてとか自宅でできるわけなんですか。試作どっか業者投げてそれ待ってとかやる必要ないから、もうここで考えて、とりあえず寝る前に仕掛けて、7、8時間とかから朝起きたらできてるじゃん。で朝やってみて、よしうまくいったとか、ダメだったらもう1回半日で作り変えて、24時間あったら下手すれば2回とか試作回せる。こっち側のデジタルの作業台とは別に、こっちにはハードウェアというかそういうのを作るためのそうだね、作業台があるんですね。ファブリケーション用作業台みたいな。これはダルトンってインテリアブランドが出してる作業台で、見た目もかっこいいし家の中をこれちょうどいいからと思って買って、70×7070ぐらいかな、60とかかな。ネジ使うネジとか在庫してたり、プラスチックのもの作ったり、金属のものもどっか外で試作屋さんとかで作ってもらって持ってきてここでなんか組んでみたりとか、手動かしてるとちょっと頭の使い方とか変わってくるから、やっぱり。そうですよね。これ自作の跳ね上げのデスク。来客来た時とかはここで一緒に作業できるし、なんか書類仕事とか多い時はここにバーって図面とか書類とかバーって並べながらここでやってると、こっち見てなんかやって、こっちでもやってみたいなことができるから、色も自分で塗って板買って、構造的には Amazon で買ったヒンジでワンタップするとカチャってやると、向こうもやらないと取れないんだけど、カチャってやると畳めるやつで、これはホームセンターで売ってる木で、これはなんていうんだっけな、この字クランプみたいなやつで、これもなんかホームセンターとかでも買えるし、通販とかでも売ってる。これで固定してるんですか。そうそう、これで締めてるだけ。なるほど。上と下、そうそう、挟んでるだけ。でもなんかちょっとした力作業みたいなる時にここに挟んで電源。それって決まったアンペアとかボルト数を流すことができる。30ボルトまで上げれるやつで、5ボルトで動くなんかちょっとしたガジェットとかなんかそういう30ボルトまでで、電流も 2.5 アンペアだから結構その70ワットぐらいまでのものならこれで動かせるから、これはワイヤーハーネス、電線、ちょっと電子工作するときにケーブル長さ足んないやみたいなここから取ってちょっとした電源のケーブル作ってみたりとか、バッテリーと自分で作ったデバイスとかをつないで、こう過電流流れると怖いからヒューズつけて一定の電流以上流れないようにみたいなのでちょっと考えて。何に使うやつですか。ロボットみたいなのを作ってて、ちょっと詳細はまだ言えないんだけどそうなんかちょっと走るロボットみたいなのを作ってて、それの電源系統をちょっと検討してる時に。フリーランスで働いてるわけじゃないですか。なんか収入源というかどういうふうに仕事があるんですか。何社ぐらいと取引があってどういう仕事がしてるかみたいな。クライアント的にはだいたい 5,6 社が常にやり取りさせていただいてて、でそれぞれ例えば単発でここの部分の設計お願いしますで、仕事もらってたりとか、もう月額いくらで顧問契約みたいな話もあったりとか、なんか役員みたいな入り方してたりとか、そういうのを何社かこう持ってて、作ってるものでいうとさっきのドバイのものはそうなんですけど、ざっくりとしたやつだと、ちょっと電動のバイク風のものとか、あと自分でやろうとしてるのは電動のレーシングカートだし、なんか自動配送ロボットみたいなのかも。面白い。じゃあそういうのがしばらくしたら世に出てくるわけですね。そうだね。結構ガツっていろいろ出てくるタイミングがあるかもしれない。電源が
イントロの冒頭の方でも見せてもらったんですけど、これレーシングシミュレーターです。結構もう最近はパソコン上で動くシミュレーターっていうのが流行ってきてて、これ今画面に出てるのはグランツーリスモプレステ4とつながってるんだけど、パソコンとつなぐと本当にシミュレーターのソフトとつながるので、めちゃめちゃリアルな走りが体感できる。でこれは結構強いモーターが入ってるやつで、日本では正規に買えないぐらい強いです。直接メーカーから買ったやつ、ファナティックっていう、ファナテック、このシミュレーター業界では最大手なのかな、最大手かトップ2ぐらいの、これアメリカだったかな多分。これもなんかアタッチメント変えれて、プレステやんない人はなんか違うマークにできたりする。椅子もついてるんですか？椅子は別、椅子別、ハンドル別、ペダルも別、ペダルも同じメーカーだけど強そう。これもすごい、クラッチもついてる。でこれブレーキでアクセルで、ブレーキもすごいレーシングカーみたいにカチカチのフィーリングにできる。すごい硬い。心地も変えれるんですね。そうそうそう。面白い。これでセットでいくらぐらいなんですか？プレステ見て20万ぐらいだったと思う。20万ちょっとぐらいかな。これでじゃあたまに息抜きにゲームしたりもするし、そう普通に研究したりするし、シミュレーションもここでするし、そう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 。すごいな。VR で、グランツーリスモもそうこの感じでやるから本当にいるみたいってこと。普通に練習になる。サーキュレーターとかを動かしながら風も、そうそう、サーキュレーターの風コントロールしようかなと思っていろいろ調べてたら、風の強弱で結構人間騙せるらしい論文を最近見て、このペダルの角度とか風量コントロールしたら面白いかなと思ってるんだけど。それできたらリアルですね。そうそうそう。そのグランツーリスモですか？そう、これグランツーリスモ。実際に乗ってる人からしてもリアルですか？そう、結構リアルだと思う。でもグランツーリスモはやっぱりちょっとゲーム要素はあるから、ちょっと味付けされてるなっていう部分はあるけど、パソコンでやるシミュレーターはもうほんとめちゃくちゃリアル。結構こうグッてブレーキ踏んだ時に、キーってタイヤが滑ってる、だけどその滑り始めの感じとかは、結構その本気のシミュレーターはなんかすごいこうハンドルから来たりとかしてめちゃくちゃ分かりやすかったです。カートがこれなんですか？これはレーシングカートのフレームです。本当にレースに出れるレーシングカートのフレームをちょっと改造したもので、これは一緒にその電動カートのプロジェクトをやろうって言っている日本で一番古いベアレーシングっていうちょっと有名なカート屋さんがあって、市販のフレームを改造してちょっと長くしてある、ホイールベースをちょっと長くしてあるっていうフレームを以前作ってたってことで、これならちょうどモーターとかバッテリーとか乗せれそうだっていうことでちょっと今借りてて、これをちょっと改造して電動化しようかなって言って。これが実際に120キロとか出るんですか？出る。めちゃめちゃ怖い。でシートベルトなし、シートプラスチック、横地であばら骨折れます。やばいですね。本当はここにねガソリンエンジンが乗るんだけど、年内にはどうにか走らせたいなと思ってて、これがドライブシャフトって後輪回して駆動するんだけど、とりあえずこれぶった切ってモーターを1個ずつ乗せて、1モーターずつで回せるようにしちゃって、であとはバッテリーとかしっかり置いて、であと結構重くなるから、安全性が危なそうだったらなんか横転とかしたりした時に安全なように F1 みたいにここにこうロールバーみたいなそうつけてあげようかなと思ってたり、がっつりやれば 2,3 ヶ月とかでまず走れるようになるかなと思ってて。電動になるんですもんね。バッテリー積んで日産リーフみたいな感じですか？そうそうそう。で何がいいって騒音が出ないから結構いろんなところでやれる可能性があって、例えば商業施設の駐車場とかでこれのレースとか開催できたら間口が広げれるじゃん。こう見に来る人がサーキットでしかやってないとサーキットに行った人しか見ないけど、
そういうとこでやれればゲリラ的にそうそうそう下がりますね。そうすれば子供たちも見に来れるし、そうすればなんかもっと競技人口を増やせるし、っていう野望がある。これをやるためにフリーランスになったって感じですもんね。そう。はい、というわけでメカエンジニアの平田さんの作業環境を見せてもらいました。これまでは結構ねウェブ系の人が多かったんですよ。ブロガー YouTuber はもちろんなんですけど、前に紹介した漫画家さんとかも結構面白かったし、いろんなジャンルの人をね最近作業環境を見せてもらってるんですけど、またこの異色というか実体のあるものとしてね作ってるっていうことで、結構ね機材もやっぱ全然違うものになってて面白いなと思いました。